はい、じゃあいただきます。いただきます。
いよ。まずどっち？よいしょ。今。
いただきます。ラー油を。
お待たせしました。よいしょ。おー、すごい。普通のお家はハンバーガー1個みたいだけど、うちは2個。はい、じゃあいただきます。はい、じゃあいただきましょう。お、あ、レッシングをかけますよ。いつものやつね。はい。よいしょ。ありがとうございます。たら。はい、じゃあ乾杯。乾杯。ポキーン。赤ワインにしようかなって思ったんだけど、ソースに使った。ああ、確かに確かに。だがしかし好きなものを飲もうって全然お酒優先に。ハンバーグは片方がチーズイン、片方がチーズアウト。チーズアウト。そうね。になっています。はいはい。まあどう見ても大きい方がチーズインですね。なるほど。美味しい。美味しくなったね。前はあんまパン粉を入れてなかったんだけど、パン粉を増やしたらふわっとした。ああ、ハンバーグへの飽くなき追求生めこの。至高のハンバーグ。どっかで聞いたなそれ。よいしょ。なんかあっという間に食べてしまいそうな自分が怖いわこれ。ダメよ。ゆっくり食べて。ゆっくり食べないと。C さんは脂肪症なんだから。そうね、脂質異常症ね。40代になって少し気をつけないといけません。それはなんでわかったの？日本で健康診断行った時に、てか去年からなってたんだよね。そうなの？じゃあ私に黙ってたってこと？いや黙ってなかったと思うけど。だって初めて聞いたけど。今年はなんか。ビューン。今年はなんかすごい過敏じゃないけどすごい反応してたというか。気をつけようって。いやそんなことないんだよ。実は去年も見たけど去年も別に変わんなかった。なんだけど、厄年とかさ、体調崩しやすいって言うじゃん。あとこの間 YouTube で、44歳が分かれ目みたいな。44歳付近で大きな病気とかをしなければ、割と80歳ぐらいになってもみんなピンピンしてるみたいな。そうなんだって。じゃあ44歳の時で元気ないの？なんかそこでなんか一気になんか人生のツケがやってくるみたいな。なんか今まで不節制してたのがなんか都市伝説みたいだね。でもさよく言うじゃん、なんかそのなんていうの、こう厄年とかってそうやって体調崩しやすかったりとか、親御さんが亡くなりやすいタイミングだったりとか昔で言うとね。へえ、そうなの？そう。大丈夫かな、通さんまたよくわからない情報に惑わされてるのかしら。もうまめこに年取ってから迷惑かけたくないから、病気とかして。マメコいないかもしれない。マメコの方が先に。まあそうね、それはあり得るかもね。だから気にしなくていいよ。まめちゃんは前住んでた家とかはどんなインテリアだったの？前？日本。でも前はもっとシンプルだったよ。へえ。どんな感じ？そんなに色もなかったと思う。色もない。いやだから色がいっぱいこんなカラフルにもしてなかった。へえ。ほら、あと賃貸だと日本の絵とかも飾れないじゃん、壁に。だから普通になんかちょいちょいって置くぐらいな感じで、そうするとこうほら言っても壁も白っぽいし、でソファーとかもベージュとかだったし、だから全然カラフルとかじゃなかったの。何系？北欧。北欧だったの？家具は北欧だったよね。まあ日本は北欧好きだもんね。日本は北欧が好きだからさ。だから売ってるものが北欧の家具ばっかりなの。まあそうだよね、日本ってね、基本的にね。だからその時はそれなりに素敵な家具を買ったよとか思ってたけど、なんかフランスに来たらいろんな人のお家がすごい爆発してるじゃん。みんなのお家なんか個性がバーンっていって、いろんなもあるしね。もうみんなのお家の写真とか家族の写真とかいっぱいあったりとかさ、あと絵とかもいっぱいあったりしてさ、なんか壁に何もありませんとかいうお家なかなかなくない？逆に。
そうね、みんなの家見たわけじゃないけどね。もちろんね。でも大概素敵なお家はみんなちゃんとこういろいろ飾ってあったりとかするじゃない。そうね。あと家具とかも素敵だったりとかさ。うん。だって緑の食器棚買うなんて多分日本にいた時は思ったこともなかったと思うよ。まあ確かにこれはすごいよね。なかなか見たことない。だから、フランスに来てこうクルクルって変わっちゃったね。いつ変わったの？フランスに来てすぐイギリスは？だってイギリスはほらもうなんかもはやこう仮住まいのミッキーみたいなわかんないけどミッキーだったから、フラットメイトとみんなで住んでるようなうちにもうなんつうの、そうだよね。そんなインテリアとかそんなこと言ってるレベルじゃないじゃん。イギリスって言ってもロンドンが特にそうなんでしょ？ロンドンはもうすっごいもう家賃が高いから全然もう見つからなかったし。そうだよね。だってさ、ロンドンのさクリエイターの子とかさ来るとさ、パリの人たちがみんな普通にシェアハウスじゃなくて自分の家住んでるからびっくりするもんね。シェアじゃないんですかみたいな。ロンドンはシェアじゃない結構厳しいレベルよ、一人暮らしは。どのぐらいするの値段？大きいんでしょ？だから物件が大きいってこと、ちっちゃい物件がないんじゃないってことつまり。なんかよくわかんないけどとにかくみんなシェアしてるんだよ。みんなでだって値段がさ高くてその割に2人3人で住める家ってことでしょみんな。だからちっちゃいスタジオみたいなのがないってこと？そうなのかもね。よくわかんない。そうなのかもしれない。とにかく最初来て学校の寮みたいなとこにいて1ヶ月、その間に探せばいいやと思ったのに1ヶ月かかっても見つからなかったわけ。もう全然見つからなくて、もうどうしようどうしようと思って、ほらだって1ヶ月後に出なきゃいけないからさ、寮を。その時になんか韓国人の女の人のお家が、でも週200ポンド払ってたよ私その時。週200ポンド、結構だね。そうよ。ただの借800ポンドってことか月。そうよ。だからただ一部屋貸してもらうだけでね、何のかんないって。でもなかなか見つからなかったから1ヶ月ぐらいいて、でその後はノッティングヒルのお家を見つけて、もう本当にその時とかもう「ここお願いします!」みたいな気持ちで入れてもらったけど、取り仕切ってる見た目は王子様みたいなんだけど、なんか性格が微妙なイギリス人男子と私ともう一人の女の子と3人で暮らしてたからね。あ、3人で暮らしてたの？そうよ。彼のお部屋とキッチンとリビングがそのアパートの中で2階建てでも一番上なんだけど、にいて、私ともう一人の日本人の女の子と2人で上の階を使うよって、でその中階みたいな、なんかメゾネットみたいなところには、バストイレもあったりとかして、だから大きいよね。そうなんだから結構大きいの、下にもバスもあるからね。だから私ともう一人の女の子で上を使えるって感じだったわけと思ってたの。なのに蓋を開けてみたら途中からすっごいもう物置みたいなところの部屋を使わないって言ってたのに、なんか彼の経済状況が悪くなったのか知らんけど突然もう一人入れるとか言い出したりとか、もうすごいもう勝手極まりなくて、私とそのもう一人の女の子で彼の名前を日本語でこういうふうに言おうっていうふうに決めて2人で「本当にありえないね」っつってキッチンとかでキーってこうやって喋ったりとかしてたの。大変だったよ。だからでも男と女と普通に同居は当たり前なんだよね。全然当たり前。そう、それもそうなんだけど、でもなんか例えばバカンスから帰ってきたら突然私の部屋に変な引き出しが入れられてて「はい」って思って「ちょっとどういうこと?」って言ったら「いやなんかいるかなと思って」とか言って「私のプライバシーはないの?」と思って勝手に人の部屋に入って勝手にでもさ、普通ヨーロピアンってそういう意識高い人多いよね、そのプライバシーに対して。そうなの。でもその彼はそうじゃなくて、本当にもうありえなかったから、そこでぶち切れたりとかしてもうすごい大変だったの。でも別になんか今機会があったらでもシェアハウスしてみたいかなって考えたけど全然したくないな。よくあるじゃん、青春ものとかさ、大概海外の大学の学生寮とかだってさ、2人部屋じゃん、でそいつと仲良くなってさ、バディみたいな感じでさ、いろいろなんかあるみたいなさ、ああいうのを見るとなんか楽しそうに思えるけどさ、なかなかねないよね。だってスタンフォード行った時だって一緒の部屋の女の子は彼氏のとこにずっと入り浸りで居続いなかったの。
そんな仲良くなって友達になるとかなかなかないよね。だからロンドンの時の友達にはすごい良かったね。それがまさに私のなんかフレンズみたいなやつ。フレンズか、そうね、フレンズね、フレンズみたいなね、ああいうフランクな感じいいよね。楽しかったって感じ。そうもう一人若干1名どうでもいい男子がいたけどねあいついなくてよかったはい、じゃあごちそうさまでした。美味しかったです。バイバイです。はい。チーズインがいいねはい、ありがとうございました。